皆様、こんにちは。今日は100円ショップでも購入できるパーライト、バーミキュライトを使ったさつきの挿し木から1年後の植え替えの様子までを紹介します。前半は去年紹介した動画の再編集ダイジェストになります。詳しくはこちらの動画をご覧ください。こちらの動画をすでにご覧いただいている場合は3分後からご視聴ください。挿し木に使うのは春になり伸びてきた新芽です。最初に下の方にあるいらない葉っぱを取り除きます。蒸散作用のバランスを取るために全ての葉っぱを半分にカットします。水中で枝を斜めにカットします。1リットルの水に対してキャップ1杯のメネデールを入れた水を作ります。カットしたさつきを1時間ほどメネデールの入った水につけておきます。ポリポットと鉢底ネットを用意します。こちらが100円ショップで購入したバーミキュライトとパーライトです。バーミキュライトとパーライトは1対1の割合で混ぜたものを使用します。混ぜたものをポリポットに入れます。1時間メネデールの入った水につけておいたさつきの挿し穂を取り出します。メネデールの入った水は土にかけます。挿し穂の切り口を傷つけないように穴を開けます。切り口には発根促進剤のルートンを軽くつけます。すべて挿し終えたら、挿し穂が動かないように穴を埋めて軽く押し固めてからたっぷりと水を与えます。しばらくはあまり風の当たらない明るい日陰に置いてください。夏場は朝と夕方、それ以外は1日1回水を与えてください。さつきを挿し木してから1年が経過しました。成功しているかを確認します。その年の気候などにもよりますが、毎年5割から7割の確率で成功しています。このさつきは挿し木から1年で花も咲きました。この鉢だけは完全に失敗しました。原因は夏の水やり中に鉢を倒してしまったことです。挿し穂を動かすとこのように高確率で失敗するので気をつけてください。それでは実際にどれくらい根っこが出ているか確認してみます。挿し木から1年後のさつきの根っこの様子です。しっかりと根っこが出ているのがわかります。これくらい根っこが出ていれば成功と言っていいと思います。今年花が咲いていないさつきも1年後、2年後には綺麗な花が咲くと思います。こちらが去年挿し木をしたさつきの結果です。
16本成功です。左上のように失敗したさつきも9本あります。100% 成功は難しいので、さしきは増やしたい数の倍の数くらいやることをお勧めします。植え替えの土は赤玉土と鹿沼土がブレンドされている盆栽の土をメインに使用します。さつきやツツジは pH4.5 から 5.5 くらいの弱酸性で水はけ、水持ち、通気性の良い土を好みます。盆栽の土だけでも問題はありませんが、さつきやツツジは鹿沼土との相性がいいので鹿沼土を足します。若木のさつきやツツジは鹿沼土7、赤玉土3の割合の用土がおすすめです。今回も鉢底ネットを入れたポリポットで育てたいと思います。ポリポットに半分程度土を入れます。肥料としてマガンプ系を数粒入れます。肥料を入れたらさつきを入れて土をかぶせます。箸などでついて隙間がないようにします。最後にたっぷりと水をあげたら完成です。下から水を吸わせる方法もあります。さつきの年間を通しての管理方法を説明します。さつきは夏場などの日が強い季節は半日陰の風通しがいい場所に置いてください。さつきは乾燥に弱い植物です。水切れには十分な注意が必要です。夏場は朝と夜の2回、それ以外の季節は土の表面が乾いてきたら水をあげてください。植え替えのタイミングは1年から2年に1回、花が咲く前の3月から4月、花が咲き終わった6月から7月、冬になる前の9月から10月、いずれかの時期に行います。肥料は2月に寒肥、花が咲き終わった6月から7月にお礼肥、9月から10月の冬になる前に秋肥、油かすやマガンプ系などを与えてください。剪定は花が咲き終わった6月から7月に行ってください。こちらは2年前に動画で紹介したツツジとサツキの現在の様子です。よろしければ2年前のサツキ動画もご覧になってください。今年は綺麗な花も咲いてくれて元気に育っています。こちらは私の不注意で春につぼみのついた枝を折ってしまい、花は来年までお預けです。折った原因は針金掛けをやろうとして失敗しました。こちらのツツジとサツキの1年前の様子を紹介した動画もあります。よろしければ2年前のサツキ動画と合わせてこちらの動画もご覧ください。今回紹介したサツキも来年にはこの3本のサツキとツツジのように成長してくれると思います。この動画のサツキたちの成長もまた別の動画で紹介できたらと思います。今回の動画は以上となります。質問、疑問、感想などありましたらコメントいただけると励みになります。この動画が参考になりましたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。